トヨタスタッドベアリング流体軸系の式モデルになります。新ピーのスピンドール38年経ったスピンドール全然影響はない、40年ぐらいは。マジですか。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は愛知県幸田町にあるうちの J テクトの G4PI のふるさとである株式会社 J テクトグラインディングシステムさんに来ています。今回工場見学をさせていただけるということで来ています。ということで今から円筒検索板がどんな感じで作られているか見学させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回工場を紹介していただく鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。J テクトグライディングシステムの鈴木です。よろしくお願いします。お願いします。こちらのショールームはですね、はい、機械の、要素展示、加工事例など、展示しておりまして、お客様に見て触って体感いただけるショールームとなっております。こちらにございます GP15 という機械ですね。はい、こちらは、1971年、53年前に作られた機械となります。で1971年は、弊社、創業した年になります。でその年に作った機械をですね、お客様から、創立40周年の時に譲り受けまして、オーバーホールを実施前実施後ということで、そういった姿が見えるように展示させてもらってます。じゃあこの右がオーバーホール前、はい、で左がオーバーホール後、はい、分かりやすいですね。なので色を塗ってあるだけではなくて、はい、実際の、スライド面も着下げを、施してオーバーホールがする前と後で見えるようにしております。じゃあもともともやっぱ40年使ってたということで着下げ面も消えてて、はい、でそれをもう一回着下げをやり直して、はい、そういうことです。わあすげえ。なので今はテーブルの上面だけですけども、はい、テーブルのスライド面ですね。あ、これですね。はい、はい、40年使ったスライド面で、こちらが、オーバーホールすり合わせをし直した面となります。ああ、ちゃんと着下げが、はい、ですのでまた、長いこと、使えるような形でオーバーホールという形で提案させていただきます。で続きまして、はい、こちらが汎用円筒検索板の、はい、ベッド、砥石台、テーブルとあります。はい、でこちらの方はですね、汎用の円筒検索板ですと、こちらに書いてあるように最大で11面、はい、すり合わせ作業を実施して組み付けております。砥石台が乗ります。はい、でテーブルの上にスイベル、テーブルとその上に主軸台、針葉子台が乗って機械は完成になります。なのでここも汎用機の場合は全部手で着下げを施しております。でこちらの方がですね、はい、実際に機械加工のみすり合わせ作業をした面、はい、で、この動きですね、体感していただけるようなモデルとなっております。実際いいですか。はい、こっちが機械加工のみですね。はい、これ指で押してもらうとはい、動くは動くんですけど、はい、少しちょっと滑らかというか一定ではないような感覚があると思うんですけども、こちらの方ですとオイルポケットがありまして油が常に浮いている状態になりますので、すげえ滑らかに。滑らかですね。はい、なんか浮いてる感がありますね。はい、はいはいはい。これがその着下げの効果ですね。はい。それが全部のすり合わせ部分には。そうですね。汎用円筒検索板の、テーブルのスライド面にはすべて、ついてるんですね。実施しております。そして、こういったすり合わせを体感できるコーナーも、準備しております。また後ほど、はい、違う場所で、できるんですか。はい。わかりました。ちょっと、はい、後ほどやらせてもらいます。はい。はい、こちらの方がトヨタスタッドベアリング、流体軸系の磁気モデルになります。はい。検索板お使いなので、はい、ご存知かと思いますが、はいはい、静圧と動圧を兼ね備えたハイブリッド機構となっておりまして、はい、金属の接触がないということで、半永久的に、使えるというような構造になっております。はい、今実際ちょっと、まだ油で浮いてない状態ですので、はい、ちょっと止めた状態で、はい、回してみて、なんかちょっと重たい、はい、引っかかりますね。はい、でこれをオンにすると、はい、おおすげえ。おおめっちゃ回りますね。はい、全然力いらんですね。なので回り出しの時に金属と接触してませんので、はい、軸もメタルも摩耗が少なく油の紅葉していただければ半永久的に使えるような構造となっております。これはもう長年作り出した当初からの技術でありまして、今もなお続けていってる技術になります。では次は工場の方に。工場ですね。はい、はい、お願いします。ここが先ほど見ていただいた砥石軸とメタルの中のメタルの加工室になります。はい。まず材料を複合旋盤で形状加工
しまして、はいでその後、旋盤後のバリ取りですね、手作業で行います。あ、そうなんですね。はい、やはり人が感じる手のこの感覚ですね、ここっていうのが非常に大事で、これがやっぱり取れてないと油の入り方も変わってきますので、で、詰線バリ取りが終わった後に、メタルの内面検索を加工します。で加工した後に内面の面取りを行いまして、その後にその定筋と、内面が出来上がりましたらスピン取りの寸法指示を出しまして、最後に、外形検索を行って最終面取りを行う工程になっております。メタルにナンバーが振ってありますので、もし壊れてしまった軸を交換したいというと、メタルに書いてある番号ですね、これを伝えてもらえれば、作った製造工程の、寸法などが書いてありますので、同じ寸法で作れますので。そうなんですね。はい、でこちらが、第3工場になりまして、機械加工がメインの工場になります。で真ん中の大型の5面加工機、こちらの方でベッド、テーブルなどの大物の、機械加工を行っております。で壁の奥側になりますが、奥の方では砥石台、主軸台、新押し台などの箱物をマシングセンターで切削加工を行っております。あっちのですね。左手の扉の中が丸物の切削加工と、その後工程の検索加工ですね、ありますので、そこの検索の部屋の方に行ってみたいと思います。でこちらが検索加工室になります。こちらで、検索加工の方を行っておりまして、弊社のその加工でいきますと、いろんなお客様の、仕様だとかで付属される装置が違いますので、その部品に使うものを加工しておりまして、多品種少量の、加工がメインとなっております。なので基本的に外見があり、内見があったりだとかですね。内見の奥ですね。こんにちは。でこちらがですね、GE4i インター。G4i インター。こちらが、GE4 という、お使いの、外見をベースに、砥石台がもう内見専用になった機械で、内見を検索する機械になっています。でこれオプションでテーブルが自動で旋回するオプションが兼ね備えてますので、その角度の違うものもデータを作って簡単に段取りができる。データでいけるんですね。どうしても角度振るときってレバーでレバーを調整するんですけど、こちらテーブルが自動で旋回しますので、データで変更できる機械になっております。これはもうトヨプックタッチになってるんですね。そうですね。これテーブルの長さは何本なんですか。テーブルは、これ機械の芯管が、1000ミリの線のやつのベースにですね。じゃあこのインターのやつは長物の内見もできるんですか。そうですね。ただ旋回するオプションをつけますと、旋回装置の分が芯管ちょっと制約がありますので、ちょっと短くなってしまうのが。そうなんですね。1メーターの機械でいくと、630ミリまでのものが一応対象の加工ができるんですね。ただ内見ですと抜きのストロークもありますので、それも考慮してもう少し芯管短くなると思いますけど。そうですね。こちらがすり合わせのすり合わせです。部屋になります。で今実際見ていただいて作業してますので、ちょうど今作業者が作業しておりますので、ぜひ近くで見ていただいて。ありがとうございます。これはすり合わせ。そうですね。今ちょっとこの黒い高いところですね。鱗のような高いところ。ここを今落としていきながら、こちらで裏が常磐のようになってまして、研磨目ですね。研磨目になってます。これをですね、こちらの上面に乗せましてこすりつけるわけですね。そうすると高いところがお互いに擦れて、こういった今こういった光明炭というものを塗ってるんですけど、これが擦れて
こういった黒くはいはいはい、光明弾が剥がれるところですね。剥がれるところが、はいはいはい、ここが一番高いところですね。ですね。はい。高いところを削ることによってこういった今当たってないところが、要はここがへこんでるわけですね。そうですね。はいですね。それがだんだん当たってるのがだんだん寄ってくるわけです。はいはいそうですね。そういったことによって均等に当たりをつけるわけです。はい。こういったところが当たってないところがないように。ということは光明弾塗って木下げして、もう一回これを何回でも繰り返すやるってことですね。へえ。4、5回やって、だんだん当たりをこう全部なくしていくってことですね。はい、そうです。ちょっと根気のいる仕組みですよね。この木下げの加工何年やられてるんですか？そうですね。換算すれば40年ぐらいはマジですか？やってますね。大ベテランじゃないですか。はあ、すごいです。じゃあもう寸法とか測るとかじゃなくても完全に感覚。大体と当たりの伸び方とかそういったものはもう大体感覚でそうですよね。はい。いやさっきテーブル4、5回乗っけたらいけるって言って4、5回でいけるんかなと思って。今この状態だといけますね。はあ、それはもう大体何回もやってれば大体わかりますね。はい。こんな風に。真ん中はまだ全然当たりが来ないので、たくさんこれ当たりあってもこれ全部落とさないと、これ当たってませんので、外が当たりがたくさんあっても強めに取らないと落ちてこないと。これも1000分のいくらとかですもんね、今。1回削り。3とか4、そのぐらいですね。ただこうやって残りますので、強いところは当たりますけど、次はこういったところが当たってくるんですね。一番高いところでもこういったところが次は当たってくる順番になってくる。まだこれ短いでいいですけど。これテーブルの長さでいうと1000ですね。1000ですか。1000の1メートルの品物が削れるというそういった機械ですね。大体こういうふうな作り込みでやっております。ありがとうございます。こちら今、お客さんのオーバーホールする機械の。そうなんですね。こちらも同じように洗浄して、機械加工して、これは量産型なので、すり合わせでは機械加工とオイルポケットだけになりますけども、一応オーバーホールも寝台と同等の精度を作っていきますので、実際もう量産型の機械は、同じ場所で同じ箇所を削りますので、基本的に手での木下げは行わずに電動木下げでオイルポケットを。電動木下げですか？はい。これが電動木下げ。電動木下げですか？はい。こういう感じで動いて油でを作るとかです。へえ。では次は第5工場の方に。第5工場です。はい。で、こちらの工場が、第5工場になります。はい。メインとしては、寝台、一部オーバーホールもしてますが、の組み立て検査を行っております。はい。で、この工場は唯一弊社で、窓のない無双工場となっておりまして、設定温度のプラスマイナス2度で、温度管理をして、24時間空調を入れて安定した状態で機械を、組み付けております。円筒を見るというので、こちらの機械で。これですか？はい。円筒検索さん、紹介していただけるので、鈴木さんお願いします。お願いします。この機械はテスト加工？そうです、テスト加工。いつもテストされてるって聞いたんですけども、それよりもやっぱちょっとプレッシャーあるんですか？そうですね。初めてのものとかがついてたりするとちょっと。そっかそっかそっか。いつもとちょっと仕様が違ったりとかするってことですか？結構フル装備なんですかこれ？これが量産タイプのスタンダードの形で両センタードライブで駆動金具を使わない状態の量産タイプです。実際に機械が完成すると検査のそういった調整をして実際に加工してそれがちゃんと規格機内に入ってますよと確認してそれで立ち会いを受けて出荷する。実際に鈴木はここで検査して最後お客さんのところにも納入してオペレーターの教育をしてくれると。この機械は駆動装置を使わないで両センタードライブっていう押し圧で回って加工する。今のここ見たんですけどこの稼働時間100時間超えてるんですけどもテストでこれ結構かなり時間
かけられるんですか？はい、なんでこの機械最初の機械なんで、はいはいもう100時間連続で動かしてクラントが漏れてないとかそれを確認をする検査もありますので、あ、そうなんですね。なんで本当に極悪な環境で使っても機械問題ないよっていうのを確認するためです。ありがとうございます。今ヘルメット見ていただくと、はい今の鈴木が水色、はいはいはい。黄色、黄色、はい。あそこに緑がい緑、はい。ますけど、黄色が組み立て、はあ、はい。緑が電気、はい。水色が検査という形で、各、部署ごとで、ヘルメットを、変えて、今ここの場所には、どのメンバーが何人入ってるだとかあーというようなことで、そういうことですねパッと見ても分かるようにですね。へえ、そうなんですね。これもう並んでるやつは全部検査待ちですか？今組み立て中ですね。組み立て中です。組み立てて、あとはそのカバーつけて制御盤、が取り付いて配線、運転確認をして最後検査が調整をしていきます。でここにメタル番号が書いてありますので、あ、こういうことですね。はいなので、もし壊れてしまったらこの番号を言っていただければ同じ寸法で再度出てるんですね。はい。これは砥石台がトラバースするタイプの機械になります。砥石台がトラバースするんですか？もうベッドは、あ、でかいですね。幅がでかいですね。はい、テーブルがもうスライドしないので、もうマシンのサイズは横幅はこれで決まります。はいはい。でテーブルの上にワークがありまして、でここが砥石台が横スライド。そういうことですか。あ、こういうことですね。はいで、こいつはもうテーブルが固定で、はい、砥石台が動くタイプ。はい、自動車の量産ラインのところでよく使われてますけども、そうなんですね。ラインは幅決まってますので、あ、そっかそっか。横幅はもう一定で砥石台がトラバースしながらブランチで、今のお使いの汎用検索版ですと、やはりテーブルそうですよね。左端削りたい時は一番右まで行くとその分のそうですよね。スペースが取られますけども、こういった量産型でいくともう形が決まりますので、この上にちょっとフルカバーがあるのでもう少し大きくはなりますけども、はい。でも大体これぐらいでってことですか？はい。でこちらが第一工場になります。第一工場ですか？で第一工場では、主に量産型の、機械と、あと大型の機械 G6 という、新管が最大4メーターまでの、機械だと思いますね。そういった機械を組んでおります。とあと一部オーバーホールとリビルトもありますので、リビルトはまた後ほどご紹介させていただきます。機械を組む際にですね、昔はこういったカバーの関係のものを部品を持って機械のところで、組んでおったんですけど、やはり時間がかかるのと、やっぱり釣りながらやるのですと、ちょっと安全上なかなか、効率も良くないので、サブアセンブリで、組んだ状態で機械の方に持ってって上からはめてやるような形を今取っております。今、こちらの機械ですと今上から、カバーをついてますが、今、こちらの方は中のツーリングですね。今組み付けております。これは今電気系統のそうですね。一応電気の部品なんですけど、一応仕上げの方で、組み立ての方でつけるっていう工程になってるので、一応近接合わせたりとかはしてます。よろしければ名前を。システム組み立て課の鈴木。はい。3人目の鈴木さんでしたか？流れがあったんですね。もう次はもうないです。もうないですか？主に近接この土具がうちの仕掛けの品になるので、組み立てがつけた方が作業性がいいということで先にやってることで、基本的には電線は触らないんですけど、たまたまこういうとこだけっていう形。この機械も両センタードライブで回る機械。これも G1。これは E の500。なので今標準の色でいきますとあちらのようなちょっと枠が赤だったり、メインが白で、あとカバー関係黒で、ちょっと赤のラインが入るようなのが今の標準になっています。でこの辺も今、オーバーホールをする最中で、これですか？ばらしてもう全部分解して、軸もメタルも主軸のスピンドルもこれちょっと大型の機械になりますけども、砥石台が大きい。これですね。で主軸台、心押し台と大きいブロックのこの辺全部がこれ1台分？1台分ですね。これ1台分ですか？はい。うわー、すげえ。砥石台、主軸台、心押し台で心押し台の方のラブ、主軸台の方のラブとあと軸メタルロードですね。本当に大きい機械になりますので、物も結構装置も大きくなってます。
でこちらが、第2ショールームになりまして、こちらの方で、お客様の購入前のテストだとかですね、実施して、精度確認、サイクルタイムだとか、そういったものを確認するようなテスト加工になってます。でその中に1台、リビルド機が置いてありまして、1979年に作られた機械になりまして、でお客様の使われて、寝台を購入された時に入れ替えをするということで、その時に買い取らせていただいて、でその際にこれちょっと主軸台の世界なんですけども、新押し台と、あと電装品関係、クーランタンク、この辺は新品にして、リビルドしております。通常のオーバーホールですと、今あるものをそのまま乗せ替えるんですけど、そうすると生産中止品のものがなかなか入手できなくて、また現地で乗せ替えるという工事が出てきますので、それを行った上で、販売していくというような形で、リビルド化しております。テーブルの上面も全部やり直しております。すげえ、ほんまや。ほで今の現行品のものに乗せ替えてますんで、古いものよりはやっぱり、ガタが少ないというのもありますので。でもほぼ新品。そうですね、作り込みも寝台と同等の精度で作ってますので、ちょっと見た目やっぱり、汚れというのは出てますけども、加工精度においては寝台と同等の精度になっております。でこちらが今の最新の標準の塗装の、これ寝台ですね。寝台ですか。はい。なので昔の機械よりも少し、ボタンだとかノブが少し増えて、機能的にはちょっと充実してます。そうなんですね。はい。これが新品のスピンドルと38年経ったスピンドル、見ていただいてもそんなに多少の擦れはありますけども、全然そうですね、影響はないものになっております。ここがやっぱりスタートベーリングがあるからですよね。めちゃくちゃ綺麗ですもんね、38年前のやつでも。新品の作った時の精度と、ちょっと実際この30年経つ前の精度ではないので、今の作ったものの精度になりますので、が今コンマ29ミクロンに対して38年経ったものを測ってみても 0.5 ミクロンというシーンになってます。加工技術開発グループの鈴木です。鈴木ではないですね。はい、平野さんお願いします。ここではお客さんの加工テストとか、機械の操作含めてお客さんに見ていただき、触っていただいて、新しい機械の購入をしていただくというふうなことをしているところになります。でこの機械がジムとフットを出させていただいたこの G さんの前ハンドルを触ってもらった機械そのものの機械です。でこれで加工テストもここでやってくれる加工できるという形をとっています。加工テストとあと機械の評価テストを含めて今やってもうこれで機械はリリースされてますんで、であとお客さんがこのワークは本当削れるよね、この精度出せますよねっていうのを検証していると。これでやるということやってます。なんで操作盤も今までトヨプックタッチのでスライ今多分スライドでこういうふうにそうですね、スライドできます。で定期点検もらうとこういうふうにチェックしたよってことで日にちが入れれるとか、そういうことも今できます。で今のお使いの機械もその機能もありますけど、ここまでいつやりましたよ、毎日やりなさいよってことはないですよね。今これを押してここの位置を見て実際についてますかついてませんかっていうのをチェックしてくださいねと。でここがついてれば消えてるとここが外れてるよという形で確認してくださいねということになります。で各その装置のものを含めて自分で見て分かるっていうような形をとってます。そうか、裏に回らなくてもここで信号が分かる。信号が出てるか、これ今オンしましたよ。できるとオフしましたよっていうのが分かるんで、そこでまずここで見て実際ものを見てっていうような形をするという形の会にはなってます。ということを紹介しながらお客さんにやっぱ PR していくということをしてます。なので機械の構成自体は全く今使っている機械と同じで、なので操作の仕方は今多分使っていただいているのと一緒で、ここで方式を選んで K を入れて、で長押しすると自動決定ですね。そうなんですね。この側は全部長押しとかそうなんですね。自動決定という形で決めて全く画面構成は一緒です。なので位置記憶も並びも一緒で、砥石の形形状位置記憶って見てもらうと
砥石の番号を選んまた一緒の画面一緒です一緒ですね。こう同じようにやっていくと、最後砥石の計が1行完了しましたという形で出ます。なので操作があってはこれ GC70 なんで、でこの操作画面が豊福タッチという形になりますので、そういうことか。中身の脳みそは全部一緒なんです。一緒ですね。はい。全く画面も同じ。ね、一緒ですよね。触ってもらうと多分全く同じような。これは多分普通にもそうですね、一緒です。使えますもんね。画面もでかなったっすよね。大きくなりましたね。ですよね。もうボタンこう押すじゃなくて全部こういうふうにスライドで全部こういうふうに。じゃあ条件とかも全部スライドさせたら出てくるんですね。そうです。スライドさせるとどんどん変わってきますよ。各速度とか。はいはい、そうですね。で枠の回転数とかも。はい。で今まで多分ボタンをずっと押して変わってそうですそうです。でここの名称も全く同じ名称で。そうなんですね。でGC70からタッチに変えていただいても違和感はないという形になってます。いいですね。今日は平松さん、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今使っている機械で何かあれば、遠慮なくおっしゃってください。対応はさせてもらいますので。はい、わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごく緑豊かな。ね。はい。これは裏ですね。そうですね。はい。これ裏で凧揚げする出ましたね。凧揚げはそうですね。向こうの工場の裏側になりますが。工場で。年に1回ぐらい。はい。年明けた1月の2週目の日曜日ぐらいに。この地域のあれですか。そうですね。この地域メインで。その町の区であったり、その代表で凧を揚げたり。で、ジェイデクさんもあそこのロビーにあるタコで自前で凧を作りまして。凧作ってですね。揚げさせていただきました。すごいですね。